どうも左男爵です。今日はね、このとっても可愛いシエンタ、これを取り上げていきたいなと思います。で、このすごくね可愛らしいボディデザインは動画の中にねこういっぱい散りばめていきますので、どうぞごゆっくりご覧くださいませ。シエンタに乗って感じた印象を思ったことそのまま率直にまとめていきます。快適性、内装、運転感覚、さらにどうでもよいようなつまらない話と大きな声じゃ言えない話、そんな感じで続いていきます。シエンタで感じた印象を30秒でまとめます。雑味の少ない静粛性を提供してくれるフロントシート、大人でも座りやすい2列目シート、快適性もフロントシートに準じます。通常時に静か、加速時に豪快なエンジンサウンド、ボディしなやか、得意な場面がすごく得意な快適性、乗り心地やハンドリングではサスペンション質感が欲しい。発進した瞬間の滑らかさはとても高く上質感あります。3列目はワゴン車的な使い方に適し、全グレードで5人仕様がラインナップ。コンパクトカーライクで気楽さ軽快さを感じる運転席周りのデザイン。以上、気になる点ございましたら動画かホームページをご覧いただければと思います。そしたら最初にシエンタのガソリンモデルで最も魅力的、ここから取り上げたい、そんな点からいきます。今ガソリンモデルを選ばれる方ってどんな方が多いと思いますか？好きで選ぶ、あえて選ぶ、信頼性で選ぶという積極的なパターンか、価格的に選ぶという消極的なパターンがあると思いますが、ここまでガソリンが高くなると、ガソリンモデルの方がね、なんかリッチな選択肢じゃないか、なんてね、思えたりもします。つまり、ガソリンモデルのフィールが好きで選ばれる方が多いと思うのですが、シエンタはそうしたユーザーに合わせてくれている、応えてくれている、そう感じるのが大きく言いたいところです。便利で普通のミニバンなのに、踏むと大きく盛り上がるエンジンノイズ。無駄に踏みたくなる魅力を感じます。しかも、普通に走っていれば想像以上に静かで、踏めば想像以上の迫力。ギャップ萌えと言いますか、両立と言いますか、そんな言葉が頭に浮かびます。さらにね、これだけじゃないです。トランスミッションは普通に CVT で、でもね、10速 MT モードがついてきます。せわしなく忙しい縦断ホールドで、しかも変速時はショックを許容しても素早くタコメーターが跳ねます。で、今10キロ、何速まで上がるかな。今6速3400回転、7速で2800回転、8速2400回転、9速2200回転、10速1800回転です。スパンと変速して、で、飛び出し感はないんですけれども、コツンというショックはある。優先事項がはっきりしているのでしょう。こうした部分からガソリンモデルだからこその価値を高め、好きとか楽しいという付加価値を持たせ、喜んでもらいたい。結果、買ってもらいたいというね、熱意を感じます。ちょっとね、現実的になっちゃいますけれども、その、買ってもらいたいという気持ちは、ユーザー目線というわけですからね。わかりやすいのが、フリードハイブリッドとの比較。フリードでもね、ハイブリッドはもう相当優れていて、質感も高くて、4気筒エンジンや有段ミッションのハイブリッドシステムというコンポーネンツね、魅力的すぎます。あとフロントサスペンションもね。でも、MT モードは用意されません。この考え方の違いが面白いです。加速と減速、エンジンや CVT に関する話題は別動画にしていますので、そちらもご覧いただけましたら嬉しいです。加速中の音など綺麗に撮れています。信号をご確認ください。内装フロントシート周辺、ここも別に2本上げていますので、駆け足していきます。大きな部分でメータークラスターや A ピラーの構造が普通のコンパクトカーっぽい形状です。ミニバン的な形状より体に馴染むと感じますから、大きな車は怖いとか動かすのめんどくさいなんてね感じられる方にも選びやすいと思います。あとフェンダーラインは外の方が盛り上がりがあって、外の方が盛り上がっていて、シート上げて座れば前方の目安にしやすいです。逆に下げるとナビモニターの角がねちょっと邪魔をしてタイヤの位置感覚つかむのが曖昧になります。メインメーターはアナログ2眼プラス一度に多くの情報が表示される液晶部。タコメーターは6800回転からレッドゾーンになってまして、実際は6000回転をね少し超えたあたりまでが実用域です。エアコン操作部は区形、角の立った四角をメインにしてますが、角 R、角丸四角の要素も取り入れられていて、多分ボディデザインとねイメージ強調が図られていると思われます。あとドライブモードはエコー、ノーマル、パワー、そしてサイドブレーキは足踏み式でした。シフトセレクターは
合成感あってゴツンとしていますが、その中にも滑らかさがあって、自分としては新しい感触でした。それからフロントシートのシートバッグ、ランバーサポートの膨らみ方が自分の体型とか好みに合っていて座りやすかったです。これ口述します。あとドリンクホルダー、どこも個性的です。出てる画像は私どものホームページからの切り抜きです。四角いパックが入るのはもちろん、キャップ置き場が用意されるインパネ部分、イラストがおしゃれで大きなペットボトルまで対応するドアポケット部分、カップホルダーはどなたでも使う部分でしょうからね。ハンドルやペダル、シフトセレクターと変わらないくらいに重要な部分だと思っています。走行フィールに戻りまして、快適性とハンドリング。快適性で言うとめちゃめちゃ良いと感じるところが一つあります。それは路面からの微振動をカットしてくれて、これが静粛性まで良い影響を感じるところ。正確には路面が割合綺麗な路面でざらつきが抑えられ、滑らかでゴロゴロ感少なく、音的にも雑味の少ない静粛性として快適性に大きく貢献してくれています。実際に撮影データ見ても半分ぐらいの路面でノイズカットが必要ありませんでした。いろいろ動画上げてるのでね、半分ぐらいですかね、そのノイズカットして動画にした部分が。ちょっと申し訳ないんですけれども、路面からの振動が減った分、エンジンの振動が気になりやすいっていうのはね、やっぱりちょっとあります。サスペンションは1人から2人乗車に限ると、ぷかっとした部分とゴツッとした部分があるタイプ。衝撃を抜いている部分と車体を安定させたりとかいうのがね、一緒に考えられているのでしょう。質が良いとはね、ちょっと言いにくいのですが、シエンタは最大7人乗車まで考えられていて、どこかでバランスされているわけですから、難しいポイントだろうと思います。お次は、ハンドリングを絡めての快適性。発進した直後、ブレーキ離してタイヤ一転がり。ここがかなり滑らかです。そしてさらに驚くのが、例えばどこかの駐車場でハンドル切りながらの動き始め。ここの一転がりはもうさらに滑らかとね、感じられます。エンジンも駆動系も負荷がかかる場面ですから、普通は車格による差が明確に出ます。しかもこのシエンタはガソリンモデルですから、より驚きました。ハンドル回しての反応で言うと、先代シエンタと比較すれば曖昧さが減って不安感は相当に減っています。これはサスペンション閉まってバランス変わったのがありますし、プラットフォームもエンジンも変わってますから、当然といえば当然。で、単独で見ると、じわっとしたハンドル操作を受け付けてくれて、1人乗車でも2人乗車でも同じ感覚で運転できます。あと、電動パワーストの感触とか、車体の動き方とか、もっと話したいのですが、もうね、ここいう話自分大好きなので切れなくて、動画長くなっちゃうので、詳しくはチャンネルページから別動画を見てください。続きましては、リアシート。2列目シートは、座りやすく、見晴らしも良く、快適性もフロントシートに近いレベルが確保されています。あえて言うと、曲がりながらのうねりなど、4輪が1輪ずつうねりを超えるとき、右左と揺すられるのが気になります。ボディがねじれなそうでかっちりしているし、背が高いし、スタビが強そうだかね、そんな感じなんですけれども、SUV 含めてね、シエンタ以外でも背の高い車ってよくあります。それに7人乗車までの安定性まで考えられているわけですからね。本当あえて言えばです。3列目はシート格納から察しても、どちらかといえば収納して使うことがメインだと思われます。1時間ほどここに乗ってみて、それなりに座っていられましたが、2列目に人がいない状況でしたので、あまり大きなことは言えません。人間の密度感ってね、結構重要ですからね。今回のどうでもよいようなつまらない話は、シートバッグのランバーサポートについて。シートバッグって平たく言うと背もたれです。そしてランバーサポートとは背骨を支える膨らみです。シエンタではフロントシート背もたれのランバーサポートが自分にとっては心地よく感じられる形状でした。ランバーサポートって大雑把に出っ張りを感じないか、高い位置が出ているか、低い位置が出ているかの3タイプがあります。シエンタは低い位置が出ていてなだらかに上につながります。これで密着感が高くて違和感も感じないというわけでございます。多分体型によって感じ方は異なるでしょうから、シエンタ試乗時はぜひお尻をぐっと深く座って背中の感触を確かめてみてください。わかりやすい部分から違いを体感すると、車選びがもっともっと楽しくなると思います。今回の大きな声じゃ言えない話は、運転支援の一つである操舵支援について、詳しくない分野なのでさらっといきます。
シエンタで全走者追従クルーズと操舵支援を使ってみて、操舵に関するところですごいねって思いました。直進は車線内の真ん中を結構まっすぐ走りますし、緩く長いコーナーを曲がっている途中も中央をキープします。車が中央にあるから途中で操舵支援が切れても余裕があります。人間がね、軽くライン修正してあげればいいだけです。コーナーで具体的な動きは、道が曲がり始めたところでぐっとハンドルを切って高くキープ。そして道がまっすぐになったところでぐっとハンドルを戻します。まだ滑らかなハンドル操作というのはね、二の次なのでしょうが、様々な形のコーナーがある中で、車線内中央をトレースしていくのはすごいねって思いました。あと ACC ですが、設定できるのは時速30キロ以上で、停止中は設定できません。なので、前走者が30キロ以下の速度になったらどうなるのか、停止はしてくれるのか、試してみると30キロ以下まで前走者に合わせて減速してくれました。それで停止は自分ビビっちゃって試せませんでした。ごめんなさい。確かオートホールドなくても停止してくれた車種は、あった気もするんですが、ちょっとね、あやふやです。それから LDA や PDA に関する部分。これ使ってみると、いろんな場面でステアリングがブルッと振動する形で警告してきたり、軽く介入してきたりします。慣れないと、これなんだって感じなのですが、アラームがうるさくないのがいいです。試乗中、これ PDA だろうなと感じたのはこんな場面。時は昼間の明るい時間。左前方に自転車がいて、対向車線ちょっと遠くに対向車。こんな場面で、ステアリングは右に切るように軽いアシストが入りました。シエンタ、見ても見なくても思うのは、中心価格が250万円程度というボリュームゾーンに位置するモデル。人気モデルとして君臨するのはもう絶対条件でしょうし、それだけに力の入ったモデルだと想像できます。実際はトヨタって人気モデルばかりですから、内情が気になるところではね、ありますけれども。で、乗ってみると、良い舗装路での滑らかさや静粛性、ここにびっくりしましたし、タイヤの動き始め一転がりが滑らかで、ここにもびっくり。さらにガソリンモデルに関しては、踏めば盛り上がるエンジンノイズに、10速マニュアルモード付きの CVT、純ガソリン車がお好きな方に何かできることをしよう。そんな部分でミニバンだからと割り切られていないのが嬉しいです。また、節度感ある価格も好印象。195万円スタートに全グレードで5人乗り仕様があります。細かくはテーマ別の動画にしています。シエンタの動画は6本以上。加速感とか内装とか乗り心地、ハンドリングとか。よろしければチャンネル登録して動画見てくださいますと嬉しいです。チャンネル存続のために何卒どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。